はい、皆さんこんにちは。現実工作です。今日も工作やっていきましょう。今日はですね、FRP を使った防水水槽の完全版を皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。で、今回ですね、かなり費用とお金をかけたかなり大型の企画になっておりますので、皆さんですね、ぜひ参考にしていただいてですね、DIY の、FRP作っていただければなというふうに思います。で、この水槽をですね、合板で作るんですけれども、見ていただくとここに排水口が入っております。はい、まずはですね、下地ですね。下地ですね。これ下地をどういうふうに作っていくかというのが非常に重要になってきますが、ここの角がですね、布でここに当てようとするとですね、角ですね、なじまないので、面を取ってあげる必要があります。で、その面の取り方なんですが、こういうものにあります。ここに当てることによってですね、ここは滑らかになりますかね。そうすると FRP がピタッと貼り付いてくれるみたいなものになります。下地のコーキングですね。下地はこのポリウレタンシーリング剤を使います。で、なんでポリウレタンシーリング剤を使うかというとですね、実は FRP 相性がありまして、相性が悪いのがシリコン系になります。で、シリコン系のシーリング剤とめちゃくちゃ相性が悪いので、下地にはウレタンを使うというのが一般的になります。なのでこのウレタン系を使ってですね、工作をしていきます。やっていきます。まずですね、これをカットしなければなりませんね。で、ここのカット幅によってこの突出量が変わってくるので、これを斜めに落とします。大体このくらいかなと思います。こういうですね、このように落とします。はい、ではですね、これを今度ひっくり返して、でここで穴を開けます。こんな感じですね。で、このウレタンの効果メカニズムっていうのがですね、この空気中の湿気と反応効果するので、使い終わりはきちっと密閉しておかないといけませんね。ではこれコーキングがあるんですね。で、ここにですね、これがありますので、ここで切ることもできます。ここをね、カッターとして使うということもできます。で、ここを押さえるとフリーになるので、こう押さえてですね。で、原理はですね、こう引っ張った時にここを押すとですね、これが前に出ていくと、そういう原理になっています。ここですね。これがコーキング一家に1台あると、いいかなというふうに思います。で、これをですね、セットします。で、ここでセットして、そうすると戻らないので。で、ここで、今これ握りますよ、これ。そうするとここから出てきますので、こういうふうに出てきます。注入していくというものになります。カットしたのを下の方に向けていきます。なぜそうするかというとですね、ではこれから実際に施工していきます。で、ここに当てます。で、引きながら上に上げていきます。こう。この面木を当てていくわけなんですが、面木は発泡材になってます。で、結構軽くてですね、こしなるような素材になっています。で、高さは、メーターで測ってもいいんですが、こういうふうにやると、よりやりやすいかなと思います。これ3点ですね。ここでマークをつけます。はい、カッターについても少し説明します。100円均一のカッターと、私たちがいつも使うカッター、何が違うのかっていう話なんですが、まずですね、素材が違います。このカッターの刃が単層工具鋼っていうので普通はできてますね。で、これちょっと見てもらうとですね、あんま入っていかないですよね。あんま入っていかない。で、よく使うのはこの合金工具鋼になります。これ全く違いますね。これ全然違います。これ田島とか、
あとオルファのしっかりしたものを使うと切れ味が全く違うという、そういう話になります。はい、でこのカッターの刃の折り方なんですが、悪くなったらここ折れるようになってますね。簡単なのはここを押さえて、そうですね、もう一回やってみますね。ここでここに合わせて上から力を入れてやるというようなカット方法になります。はい、では切っていきますね。でこれ3点今、こことこことここ出てますので、これをちょっと筋つけていきますね。あんまり切れない包丁ですけど、でこういう形でできました。でこれをですね、ここに圧着していきます。みたいのを、でこれでポキッと折るというような形になります。なので、比較的簡単にできるかなと思いますね。はい、ではここですね。これをつないでもいいので、こんな感じで圧着していきます。見えます。でここは単純にここグリッと回します。原理はですね、こんだけの原理です。でもこれできちっと水は止まりますのでご安心ください。でこうですね、ちょっと圧力をかけていきましょう。で次がこちらですね、防水テープになります。これ幅50になりますので、これ角を合わせます。で、ここ引っ張りますね、こうやって。でよくですね、ここから貼っていく人がいるんですけど、違います。ここを引っ張るとですね、ここ直線出るので、これもう決めてしまえばいいですね。こういうふうに。そしたらまっすぐになります。こんな感じですね。こうですね。はい、OK です。はい、次はですね、これをこっちやらないといけないので、ここで切ります。切ります。で、ここ貼っていきますが、いきなりここを貼るとですね、こうなりますので、この角から貼っていくっていうのが大事になります。そうするとシワなく貼れるようになります。でここはですね、多分ね、ちょっとやりづらいと思いますので、このね、切り込みを入れてみましょう。こんな感じで、こうやってやっていきます。そうなると、こうなりますね。はい、では次はですね、シーラーに行きます。で、これがウレタン樹脂シーラーになります。で、これは先ほど言ったように原理としては同じになりますので、これを使っていきます。で、重量なんですが、平米あたり 0.2kg になります。約 200ml ですけど、もうちょっと多くなるかな。そのぐらいが目安になります。ただし、下地が吸い込みやすかったり、吸い込みにくさによって、当然変わってきます。このウレタンシーラーって実は簡単に話すとですね、MDI 系っていうのと TDI 系っていうのがあります。で TDI 系っていうのが非常にこの喘息を誘発しやすいので、かなり注意が必要ですね。このプライマーは安全性は非常に高いですね。で、理由なんですけども、もちろんですね。今ですね、この感じですね。ちょっとタックがあるけどくっつかないっていう、これがきちっと硬化した状態になります。次はガラスマットを割り付けていかなければいけません。先に切っても大丈夫です。ですね。
これをここに合わせていきます。角をね、まずは決めてからしていきましょう。こんな感じですね。回しとですね。でちょうどこのラインですね。ここで切ってあげる。ここで切ってあげます。こんな感じですね。で樹脂は1キロに対して約1平米になります。これは450番1枚の時ですね。これ約1キロになりますので、この係数式が分かっていると非常に分かりやすいなというふうに思います。で、これが樹脂ですね。で、ここに硬化剤を1パー入れて、そしてよく混ぜていくという形になります。あんまりね、早く混ぜるとね、飛び散るので、ゆっくり混ぜます。で、大体初めてのは1分ぐらい混ぜた方がいいですね。で、塗る順番は上からですね。はい、では、上から今度は下ですね。これものせるだけです。最初はのせるだけです。で、あんまりゴシゴシしない。これが鉄則ですね。はい、今ですね、こんな感じですね。ちょっと柔らかいぐらいになっております。この状態でカットすると、わりかしうまく切れる。後ろから回っています。こんな感じですね。ゼロにして、グレーのトップコートになります。かなりね、耐候性がいいやつになりますので、これを、どうかな、10%か20%ぐらい入れてあげます。で、この中塗りはちょっと早めに硬化させた方がいいので、6位ぐらいにいきましょうかね。研磨をしないといけないので、ここからこれを塗った後にですね、研磨工程、炭はね、入らないといけないので、ローラーこちら。ここにこの骨材を入れていきます。約10%ぐらい重量でね、入れるといいかなと思います。30g 入れていきます。ですね。はい、ではこれを混ぜていきます。この量はね、調整してもらえば大丈夫です。これもね、今結構多めに入れてます。多めに入れてます。で、これをよく混ぜてください。ポップコートは本当によく混ぜないといけないです。これもね、上からですけれども。
はい、こんな感じですね。ちょっと見ていきましょうか。こんな感じですね。ドレンがここですね。ちょっと中掃除しておりますけども。というわけで、いかがだったでしょうか。これがネワーラフィルを使った水槽の作り方になります。本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。